は今見たけど、その人じゃない人なんで。そっち系や。やめてや。いやはっきり見えたもん。ビニールの傘持ってそこ立ってこっち見てたもん。あそこに立ってたんだよ。こっち向きに撮ってたから。ああ、母ちゃんの後ろにいたってことか。そうそうそう。俺は見てないけどな。おはようございます。ペイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は鳥取県と岡山県。そして今回の旅の最大の目的は愛犬でボーダーコリーのナギを初めて温泉に入浴させること、それと初めて RV パークを利用することでした。しかし現地はものすごい雨、それに真っ暗な早朝では説明ができない不思議な出来事に遭遇。大雨の中でさまざまな初体験をした鳥取県と岡山県の1泊2日キャンピングカー車中泊旅、よろしくお願いします。今私たちは中国道の安富パーキングエリアにいます。で、今回は鳥取県の道の駅紀南瀬石見を目指してます。できればですね、この夜が明けるまでに紀南瀬石見まで行きたいんですけども、どうも眠すぎて真っ暗でね、いつものごとくダンスレッスンが終わって出てきたんで、ただいまの時刻はもう2時前ぐらいかな。でもう眠たいですねであんまりね無理して走っててもちょっとなぁと思いながら、でもあとまだ紀南瀬石見まで100キロちょっと残ってるんですね。でもうちょっと走ってどこかのパーキングエリアで車中泊させていただいて、で夜が明けてから明るくなってから走ろうかなと思ってます。本当は紀南瀬石見まで行きたかったんですけど、どうもたどり着きそうにないもう眠かった。今ここまで来るのもちょっと眠かったからな安全に行きたいなと思ってるんで、もう2つぐらいパーキングエリアを進んだあたりで今晩は車中泊しようかなと思ってます。で今回はですね RV パーク、にも行こうかなと思ってます、はい、でまずはね紀南瀬石見を目指していくんですけども、そこでは海鮮ものとか山のものがたくさん買えるというふうにネットで調べたんですねなのでそこへ行ってたくさん食べ物を買って、でそのままそれを持って RV パークへ行こうかなと楽しそう、はい、大宴会したいなと思ってます、はい。でその RV パークは岡山県で温泉に併設されてる RV パークで、でなんとナギも温泉に入れます、一緒に入れるかどうかはちょっとわからないんですけど、ワンちゃん用のね温泉があるんですよ。以前にねナギは平湯温泉で足だけ温泉につけたことはあるんですけど、今回はねがっつりちょっと入ってもらおうかなと思ってRV パークを予約しました。でもちろんね私たちも温泉に入れるんで楽しみにしてます、はい。じゃあ今回はぶらっと鳥取岡山県みたいな旅をしたいなと、はい、思ってます。今回もよろしくお願いします。じゃあ行ってきます。これ前も島根の帰りにぐるって回ったやつ。乗ったところじゃない、左にあるやつで、ちょっと記憶ね、トイレ行ったところ。なんかすごいまもなく左方向です。暗かったな。これ左やな、これやろ。そうやな、やっぱり。同じとこやな。左です。暗いんですよね、ここ。しない。めちゃめちゃ暗いねんな。これだったね。ここやな。これ入り口もよう分かれへん。およそ3km暗すぎて右方向です。一台も止まってない。そうですか、そうですか。貸し切り。じゃあカバー忘れてんのかな。じゃあカバーちゃんどうぞ。カバーちゃんここ置いとく。かわいちゃんね、動いて。
まあまあやな、なんかもうちょっといければよかったけどだって3日やろもう。そうそう。無理やるな、いつも最近寝んのも早いもんな、家でも。そうね。車がちょっと傾いてるのか自分が揺れてんのかいや、ちょっと傾いてるかもやね。そうか。こうでしょ。こあうそうか感じるけど。そうか、今そうかもしれんな。なんちゃん、カバちゃん気に入ってんねんな。顎大きい。かわいい。そうね、布団敷いて寝れるなんて。毎度ながら。毎回思うな。よいしょ。ああ、もうまた寒い時期やな。そうや。スタヤに帰らなあかんわ。はいや、この間帰ったばっかりやのに。そんな気するけどね。長いこと入っとった。よいしょ。ガサガサやね。ガサガサやね。寝ましょう。寝よう、もう寝よう寝よう。お疲れさんです。はい、じゃあ寝ましょう。はい。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。ここの道の駅アワークランド、なんかこの向こうに新しい駐車場が大日駐車場あってんな。ここしか知らんかったからね。そう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 でもこんな風緑、風緑違うな。風車風車な。ありがとうございます。これ綺麗よね。そうなんです。明るくて。あ、そうか。新設のトイレもこっちにある。そうなんです。そうなんですよね。すごい綺麗で、なんか。ね。母ちゃん、はい。まだ道の駅アワークランド全然移動してない。予想外にいいとこでね。なんかもうろうろしてうるね。うろうろして今は朝の8時なんですけど、この道の前にある青果店が開いたんですよね。で早く移動して10時までに紀南西、岩見に行きたいんですけど、全然行こうとしない。ちょっと青果店見に行きたいと思います。いい野菜があればなと思います。はい、じゃあちょっと行ってきます。あ、柿。つるし柿だね。干し柿ああ、ね。なるほど。うわー、いいなー。母ちゃん、はい。朝からいい買い物できました。はい。こんなに買いすぎやけど、買いすぎたね。でも安かった。すごいなんか物もいいし、このしいたけやばいよな。これ美味しい。なんかもうめっちゃ美味しそう。これ美味しそう。やば。ちょっともう今見せられないけど梨とリンゴも、今回長野県行こうと思ってて行けなかったんで、リンゴ申し訳なく程度のリンゴでも道の駅綺麗やな。うん、綺麗綺麗。またあっちのおトイレも行ってみたいね。うまいな。あっちのトイレな。行く前に行こうか。ほんまや。こっちの方が静かやから。寺にはね、車が少ないから。
かったね。前ここ来た時暗くて怖いな。イメージがね。全然いいとこやな。なんか朝起きたらなんか、うわ、なんなんかドッグランもなんかあるんだと思って。あ、そうやな、ドッグランもあったな。そうだし、裏の皮きれかったね。あれきれかった。風車緑は神戸の人だもんな。風緑ばっかりな。風緑。朝ごはんもらう。よかったね。腹減ってるもん今最近。ちょっとね、デブちゃんになってきたから。デブじゃないっていう。デブじゃないけど。ね、デブじゃないけど、体重が。ちょっと増えてきたからね。体重が予定より大きいよな、ナキは。なんとか23キロ台、最初22キロ台を思ってたのに、なんとか23キロ台に戻したんで、25キロ弱は重すぎる。よし。はい、持ってきてちょうだい。ありがとうね。美味しかったね。美味しかった。じゃあこれも持ってって。それ、はい、持ってって。ありがとう、上手なぎ。もう少ししたら道の駅清流茶屋川原ちょっと寄ってみたいかな、あんまりね時間ないのにね。いや時間ないことはないねんけどないことはないなんか温泉が1個減るぐらいかなでも行ってみたいと思います、はい、道の駅川原、はい。興味深いこれすごいね。なんかここね今鳥取道自動車道からこう入ってくるんですよね。で道の駅って言ったら向こうなんですけど、ここにね自動車道のパーキングがこういう風にしてあって、あそこからね歩いてね向こうへ行くみたいですね。一回降りちゃうと結構ぐるーっと回っていかないといけないみたいなんですけど、まあ、ちょっと見る分にはいいよね、なんかそこにねここパン屋さんほど清流パン工房って書いてあるやろ。焼きたてパンって書いてある。そうそう、あれはね見てて、でも10時からじゃないかな。あ、そうなんだ。10時って言ったら今9時前やろ。まだね。まだちょっとあるね、残念、あ、じゃあ行ってきたいと思います。はーい。母ちゃん、空いてましたまさかの。ここはいいね。なんか今焼きたてのパンばっかりね。すごい。ザクザククロワッサンだね。うわー、美味しそう。金時豆とお値段美味しい。こんなにたくさん入ってるのに金時があったかいこの辺。今出来たてなんだよね。いかがでしょうか。焼きたてでございます。めっちゃいい匂いしてる。これ早出してから潰れちゃうよ。そうだね。これも潰れつつある。あ、ちっちゃくなっちゃったね。せっかくだから焼きたてちょっとはい、いただきましょう。これなんかメロンパン好きやね。メロンパンね。なんかまあクロワッサンやけどメロンパン。でも大体なんかメロンパン食べたら疲れません。けどこれもいただきます。お、なんかいい音。うん。ざっくり。ね。硬くてクッキーみたいなんで美味しそう。食べて。美味しい。ちょっと急ぎやからね。ちょっと急ぎっていうか
の駅で次の道の駅で海鮮を買いたいんですよね。でそれがなんか争奪戦になってたら恐ろしいからちょっと急いでるんですけど、急いでないけど、だからコーヒーも入れずにお茶美味しい。これが無料やねんな。すごいね、ありがたいね。母ちゃん、はい道の駅、はい紀南水岩見、はい着きました。はい。メインの駐車場、第一駐車場がちょっとあんまり大きくないねんな。そうですね。だから第二駐車場にね止めたんですけど、だから第二駐車場も区切りがちょっとわからなくって合ってんのかなみたいな感じで、なんか車屋さんとかもあって大丈夫かな、うちのキャンピングカー修理されへんかなあ、じゃあ行ってきます。はい。案外街の中に。そうやな、街の中にあるね。思ってるより全然もっと漁港とかの近くにあるんかと思ってた。まあまあ買えましたね。よいしょ。母ちゃん結構良かったね。あ、すごい良かやっぱりったです。期待通りに良かったですね。すごく魚が、魚がね、びっくりするぐらい安いなやっぱり。そう、かぼちゃんもめっちゃお安い。これすごいね。カニね。カニこれは母ちゃん専用な。いいの？1個しかないやん。じゃあ、ほんだな、山にゃ。これなあ、安いね。これだって取り立てやろ。すごいね。エビ食べられへんけどな。エビ食べられる。まあこれでもちょっと夜にボイルしてスープにして食べたいな。そう。ヒラマサね。すごい。最近なんかイチジクよう買ってんな。ちょっとハマっちゃって。イチジクが美味しすぎるんで。やっぱり鳥取といえば梨です。お梨。梨。お梨。ね。母ちゃん雨降ってきましたね。やっぱりね。出ましたかね。あ、冷蔵庫入る？ちょっとね、考えながら。ちょっとこれ出してもいいね。パックをね。ああ、そうやな。このパックがちょっと大きいから。そうやね。今道の駅紀南水岩見を出たんですけども、道の駅を出るときにいつも見てますっていうお声掛けをいただいてありがとうございました。そういうのを言っていただけるとやっぱり励みになります。はい、もう本当にびっくりしました。ありがとうございました。また頑張ろうと思いますね。やっぱり仕事とかでね、追い立てられてその中で動画編集とかしてるんで挫折しそうになるんですけどやっぱり頑張ろうと思いますね。頑張ってくださいって最後まで最後まで言ってくださってね。本当に頑張ります。ありがとうございました。今鳥取県の倉吉かな。鳥取県の倉吉のガソリンスタンドで軽油が安かったんで少し入れておきます。これがね、この線上に車を止めるとこうしたらめっちゃ近づいちゃうんですよね。だからね、ちょっとね向こう目にいつも止めるようにしてるんですけど、今回はちょっと向こうに車があったんでギリギリでした。なんかこの入れた金額がぴったしだったらちょっと嬉しいですよね。
ちょうど入れた金額で満タンでした。じゃああと40キロぐらいかな。まだちょっとね、まだ1時間ぐらいかかりそうですね。焼いてきます。もう一つ前。こやな。ここやね。温泉の湯気た。母ちゃん、ひまわり館着きました。はい。大きいとこやね。大きいですね。でもすごい雨やな。すごい雨やな。まあ雨とは知ってたんですけど、結構な雨ですね。多分今日の夜からもっとひどくなってくるんじゃない？明日の朝にかけてね。まあ雨音をね聞きながら車中泊もいいんで、はい、そこで楽しんでいきたいと思います。で、ひまわり館はこんなところですね。こんな感じです。じゃあ大雨の顔出しがあるけどね。いいですか行って。いやいやもうやめときや。でもちょっと行くかんとかね。はい、戻ってきて。はい、OK です。びちゃびちゃ。やった感がないな。しょうがないよ。これペットのね。10時から3時まで。あれ？受付が。でもまだ2時とかやからね。いけますね。じゃあちょっと楽しんでいきましょう。母ちゃん、ここで今晩は泊まらせていただくことになりましたね。で、私たちのキャンピングカーはトレーラーが泊まれるところに今回は他に利用される方もこの大雨の中でねなかなかないか平日ですしねでトレーラーを止めさせてもらえるところで私たちのコルドリブスは止めさせていただきました。でここにドッグランがあって、でこのドッグランは私たちはナギをこれから温泉に入れるんですけど、温泉に入れるんだったらこのドッグランは使えるんだと思います。でもしドッグランだけだったら400円かかるっていう風になってるみたいですね。30分400円かな、でもなんかもう自由に使ってくださいみたいな感じだったんで、雨の中ですけどね、その後温泉にナギを入れるんでもう思いっきり走らせて、で、私たちの温泉は8時半までかな、入れるそうです。何回でも入れます。でたださっきねちょっとね手をつけてきたらね結構ぬるいんですね屋根なく、屋根でもあったよ。ちょっとあったね。屋根あった、屋根あるとこもあったし、まあ多分大丈夫だと思いますけど、もしねあんまりに寒いようだったらこの近くにもうすぐそこにね湯原温泉があるんで、そっちの日帰り温泉みたいなところに行ってもいいかなと思ってます。はい、じゃあ楽しんでいきましょう。雨ですけどね。はい、楽しんでいきます。何か毒物でも処理すんのそんなことあるかい。そんなことないね。はい、じゃあ行きましょうか。ナギね、運動不足ですからね、大雨の中ドッグランをしてで温泉行きましょう。ドッグランやって。でもそれがね、ナギサイズがナギのサイズのドッグランじゃなかったびっくりするぐらいちょっとねちっちゃかったね。コンパクトでした。よし、ドッグランは前に見えてますじゃあ行きましょうか。
ジャンプか。あ、ナイス。これからですね、凪の温泉に行ってこようと思います。もう用意はしていただいてるので、まあ結構深かったわ。あ、本当。入れるかな。身長に合わせてくれた。まあちょっと行ってみます。はい、多分パニクると思いますけど、はい、行ってきます。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、温泉です。温泉です。凪の温泉。ああ、ちょうど。まあ、ちょうどぐらいかな。うん。いけるんじゃない。ね。よし、じゃあ、凪。入ろうか。入れたら入れるもんかな、これ。いやー。無理やろな。最初はちょっと低めからお湯足していく方がいいかもね。ああ、そうか。うんだよな。いきなりこの深さは分かんない。入れないかも。ちょっと向こうか。これはね、線とかね、深さとかは。よいしょ。深さとかはね、自由に調整していいっていうふうに言われたので、深さをね、まず浅くして、いきなりこの、かなり深いんですよ、これ。この辺まであるんで、この辺まであるんで、この辺まであるんで、かなり深いんで、まずね、深さをもっともっと浅くしてから、凪が入りやすくして、で、ちょっとずつね、お湯を足していきたいと思います。よいしょ、はい、よいしょ。よいしょ。何しましょうか。いける？いけるね。いけるね。かなり深いな。さっきので入れてこんなになるやろ。泳がないか。泳ぐんか。こないようにお湯さしていく。思いっきりやな。あ、なんかでもお湯。つるつる出る。すごいな。匂いも全然。なんか温泉の匂いがするし。いい感じよ。これどうするの？ゴロンするの？ゴロンしたね。好きにしや。いやせっかく風呂入ったのに。うわ、ダメ。うわ。この RV パークはサイドオーニングがね出せなかったと思うんですけど、受付の方に聞いて雨がひどいんで少しだけ出してもいいですかって言ったらね、今日はねうちだけなんで出してもいいですよっていうことだったんで、ちょっとだけね出させてもらいます。このサイドオーニングがあったらね、ここで濡れなくて済むんで、今日は風もないですからね。でこれでね、こことこの連結で止めておきたいと思います。この雨の中でサイドオーニングを出した時に、こちらがね低いと水がねこっちで全部流れてくるんで、じゃあ出ようとしたらべちゃべちゃになるんで、こっちを高くして向こうを低くするとこう流れますよね。だからそうしようかなと思います。今向こうでね水が流れてるんですけど、これぐらい傾斜があったらね向こうに水が流れていくんで、こっちはね水にね濡れなくてね済みますからね。そしたら温泉行きましょう、今度は私たちの温泉行ってきます。はい、
でこの服ですね、なんかこう結構昔の匂いがしませんか？これ家内のいつのやつ20年前なんかもうね雨に自分の服が濡れちゃってないんで家内の借りたんですけどなんかちょっと匂いませんか？ちょっと昔の昭和の感じするでしょじゃあ温泉行きましょう。はい、行ってきます。中ちゃん、お風呂いただきます。行ってきます。こんな感じのとこ。でもね、そのまままな板でお魚を切ると臭くなったりするのね、匂いがついたりするので、シートですね、これを敷いてこの上で切って、これはもうポイします。今日買ったのはタイ刺身、イカ刺身、ヒラマサ刺身。いつも行くお魚屋さんがこの湯引きとかするとこの下、皮を下にするといいって教えてくれたので、ああ、そうなんや。切るときにね。そうそう、そしたら上にしたらこうベロンってなんか切ると取れちゃうから、ああ、でもいつも上にして切っとったわ。こうするとなんか綺麗に切れるよって教えてくださったんで、すごいゴリ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 言ってんなすごいな、美味しそう。ちょっと包丁研がなあかんな、またちょっとなんか帰って研ぐわ。包丁が若干切れてへんこすって切ってる肉団子がぺっちゃんこになったやつです。それ家で作ってきてくれてんな、もうこれ好きやねん。でも入れるだけの。これ鶏のミンチやな。鶏のミンチです。生姜とね、これ美味しいな。玉ねぎと入ってます。ありがとうございますもう入れるだけで。焼いてもね。あ、そうやな、それ焼いても美味しいな。ハンバーグだね。なんとエビの出汁を入れてみよう。今日の献立は豪快に刺身、そしてカニ、エビと鶏団子、サラダ、握り飯はい、じゃあいただきましょう。ありがとうございます。なんか今日目ギューってつぶってる。じゃあ私はもうおビールいただきます。早速。はい、じゃあいただきます。お疲れ様です。はい、いただきます。いただきます。嬉しそう。よかったね、今日でもね。ここへどこやな。温泉もめっちゃ良かったわ。広い。あ、美味しい。
エビの出汁があー美味しい、めっちゃ美味しい。何も入れてないけどね、本当に何でも入れてないよね。めっちゃ美味しいよね。エビってすごいね。美味しい美味しい。これ美味しいわ。めっちゃうまいな。これね、刺身のお醤油差し小皿をいつもね持ってるんですけど、また家に置いてきて、なんかこう豪華に刺身が来たのになんか鍋食べるみたいな感じですけど。じゃあ何から食べます？まあヒラマサでしょ。じゃあはい、そうだからすごいね、なんかこれもう見てください。豪快に切りすぎたよね。いや美味しそうですよめっちゃ。ちょっと薄くてもよかったかちょっとわさびをしっかりとのせて、な。はい、じゃあ赤ちゃん、母ちゃんからどうぞ。いただきます。はい、はい。すごい歯ごたえがある。まあちょっと食べてみよう。もうでも切った時からゴリゴリ言うてたもんな。ゴリゴリしたって味。はい、いただきます。これは天然ですか？何も書いてなかったです天ね。然かな。天然やな。なんか、そんな感じがする。天然な感じするな。今日のお昼もそうだったけどね。そうやな。なんかさっぱりした感じ。このお刺身はね、鳥取の道の駅紀南瀬石見で買ったんですけど、もう値段もねめちゃめちゃ安かったです。魚全部安かったよな。だって天然のタイの刺身のお魚タイ1匹500何十円とかだったもんね。もう結構なタイでしたよ。大きさもそうなのに500何もやってるな。丸々1匹で。アジとかタラもありましたね。で陳列棚にめちゃくちゃいい魚が並んでて、こんなんな食べれへんもんな。ごめん待ってない。もうどうぞどうぞ。あ、俺がこれ持ってるからそうか。なんか日本海ってやっぱりすごいよな。なんか魚がいい魚いっぱいあるし、でもまあどこ行ってもさ、前も金目鯛美味しかったし、びっくりしたね、金目鯛ね。岡山まあここ岡山やけど、まあ岡山行った時も魚屋さんで買ったよかったやん、すごいそう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 、道の駅なんやったかな、さばいてくれるところね。そうあれも良かったし、こっち買ったんや好きな。美味しかった。今日はそれタラの値段にびっくりした。そうやね。でっかいタラが何百円やったかな。めちゃくちゃ安かった。もうこんな値段でってこっちの人魚ばっかり食べてはんねやろなと思って、なんかめっちゃここになんか鱗なんかついてんねん。さっきからなんかちょっと鱗がなんかすいませんみたいになってんねん。こう鱗かなこれ。なんかちょっと待って。生まれ変わったら魚になる。まだ人魚になろうと思ってんねやろ。分かった。もうそういうことだけはすぐもう仮装好きやから。もう前回のねハロウィンパーティーもね、もうナギが犠牲になってましたけどね。もうこの人ねハロウィンとかだって私のところはダンススタジオカフェをやってるんですけど、そこでまあハロウィンとかで私あんまり興味ないんですよ。でもうかなりはめちゃくちゃ興味があって、で結局はみんなそれぞれダンスメンバーもやらされるみたいな。でナギもやらされる。でナギが一番ひどくやらされるみたいな感じですかね。まあ一番喜んでるのは家内ですけどね。自分もやってみたいな。そう。ナギちゃんは全然ね断らない子だから。ナギはな、すごいいい人だから。いい人。なんかやってくれるって言ったら、って絶対断らないので。特には何も言えないっていうだけですけどね。そうじゃ持ってきて。あそうか。誕生日ですね。ありがとうございます。あれは。もらいました。母ちゃん850円やったの。ありがとうございます。高いもんが安くなっとったんやから。さすが母ちゃん。誕生日プレゼントに値段を張ってきたっていう。
りがとうございなんます。かそうだいつも編集で大変なんでねなんちゃんそうそうね編集がね私あんま早くないんで腰とかね痛いんですよすごく膝とかが。で家内がこの丸い椅子を買ったらって言って丸いこのクッションを買ったらって言っててで今年の誕生日は丸いクッション850円ありがとうございます。ありがとうございます。なんだほなあれやねもう50歳夫婦言われへんねもう51歳夫婦にならなあかんね。そうやもう51歳ですね。もう半世紀と1年。まだまだついていくで。出たありがとうございます、ね、みんなでね元気にまた来年も誕生日を祝っていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい限り。じゃあそっちあげたって。よいしょ。よいしょ。真横になったらめっちゃ眠たくなる。カキカキしてる。カキ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 このカキ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 。今は朝の3時23分です。雨がすごく強くなってきてでそれとあと風がめちゃくちゃ強くなってきたんでサイドオーニングを出しっぱなしで寝てたんですね。なので今から片付けに行きます。じゃないとサイドオーニングが飛んじゃいそうなんで、はい、行ってきます。はい、じゃあ撮ってて。外？ものすごい雨と風が反対側から吹いてるんでまだ大丈夫だったんですけど寝てたらめっちゃキャンピングカーがすごい揺れ出してサイドオーニングを片付けたんですけどもうその時は結構風雨が強くってキャンピングカーが揺れてで揺れ出して起きたんですよね。でこれはダメだと思ってサイドオーニングは風に弱いんでドーンと飛んじゃって破れちゃったりとかいろいろ破損したりするって聞いたことがあるんでもう早く片付けようと思って片付けたんですけどあの時がピークだったみたいで
今はね静かになってます。こんな感じで。もうちょっと待ったら静かになったのになとは思うんですけど、まあこれからまた雨が強くなったり風が強くなるかもしれないんで、明日の朝も雨だっていうのは知ってるんで、まあ寝る前にねやっぱり片付けとくべきでしたね。じゃあもう一度寝ます。おやすみなさい。いやでもちょっと気になって、そんなあっち消えかなとかついにうちも来たか。でもさっきトイレに来はった人はちょっと恰幅のいい感じの男の人、白髪と黒その人がその人は今見たけど、その人じゃない人なので、そっち消えやめてや。はっきり見えたもん。別に関係ないんじゃん、はっきり見えても。はっきり見えて、ビニールの傘持ってそこ立ってこっち見てたもん。まあ何の話をしてるかっていうと昨日のその夜中にね、それもしかしてでも GoPro に映ってんじゃないの？あそこに立ってたんだよ。それで GoPro、そうか、こっち向きに撮ってたから。ほら母ちゃんの後ろにいたってことか。そうそうそう。俺は見てないけどなーって思うねんけど、もうややこしいな朝から昨日夜中にね3時半ぐらいでしたかね、風でバタバタして、雨もすごい降ってたんですけど、その時はでオーニングを片付けないとオーニングがちょっと潰れちゃったらダメだってなって、で外に出て片付けたんですよ。でその時に自分は見てないんですけどって言ったらちょっと変な話になるんですけど、そこのトイレの横のところに家内はなんか男の人がね傘を持って眼鏡かけてた人。眼鏡かけてはっきり見えたよ。なんか、足がないとかじゃないんだよ。そう、足があるかないかは関係ない。はっきりこっち見てたし、ビニール傘さしてた、大きいの人がいたそうなんですけど、私はね私カッパでこうなってたっていうのもあって、家内が傘さしてたんで見えたのかもしれないですけど、自分はもう全然気づかなかったんですよ。でも結構自分はそういう人の気配とかパッと気づく方やけどな、でも全く気づかなくて、ちょっとオーニングが心配だったっていうのもあるんですけどね。でそれでなんか家内は自分もちょっと話聞いてから気にはなったんですけど、そんな人は全く見てないなと思って、で家内がずっと見てたっていうんで、ここの RV パークを利用しているのは私たちと、あともう一組の方が利用されてるんですけども、であと駐車場にはね車がいなかったので、他にここ車中泊はできへんね。だから多分ここは RV パークで道の駅でもないから、そっか、でだからできるのはここの多分 RV パークの人だけやと思うんだけど、だから他には車も止まってなかったです。気になって他に車止まってんのかなと思って、こっちから見てたんですけど、止まってなかったんですよ、夜中に。多分その映像も撮ったと思うんですけど、で
まあ家内はじゃあで隣の方は私たちよりももう少し多分年齢が上の方だと思うんですね。で背もそんなに高くない方だったんですけど、家内は背が高かったの？背が普通ぐらいの見かな。た人はまあ細身のメガネをかけた、全然若い男の人全然ちょっと違う感じの人なんですね。全然違ったああ、そうか、見て、したんで、そうか、そうか。そしたらやっぱり違う方だったみたいで、その時間に、まあここは人がまあ入ってくることがまあ基本的にはないと思うんですけど、その方がそこに立ってたっていうことなんで、まああちらの話かなみたいなことになって。違う、はっきり見たもん。はっきり見たし。でもその後に話が合わないんで、私は見てないし家内は見たって言ってたんで、だんだんこのキャンピングカーの中でちょっとね、あれみたいな感じになってんな、なんか。その後怖い夢見たもん。そうで家内が面白い夢見たんですよ。でその後寝てたら家内が寝てて、だからあったかさを感じるんですって人の。でなんかぐわーっとね手を回してくるんですって。でなんかそれもなんかその前に命令を受けんねやろ、なんかの。そう。でそれを何をオーダーされたのかはわからないんですけど、命令を受けて、でそれでしないと思ったらしいんですよ。でもいやこれは誰だってなったらしくって、でもその後にうわーっとなんかあったかい手が回ってきてって言って、でこの辺ももうめっちゃあったかいです。空気も感じるんです。あったかいで、家内がこれはってなって、さっきの人かもと思ってパッて目を開けたら、ナギが鼻つけて上に乗ってたっていうまあそういう話なんですけどね。まあ結局のところはその方はわからないんですけど、本当にわからないんですけど、自分も見てないんで。もしかしたら映ってるかも。最初ここからこうやって映してた時にこっち向きにちょっとでもこれ映ってるとちょっと微妙ですよね。なんかその現実的な人としてもちょっとこの時間にそこにいるっていうことも怖いし、でそうじゃなかったらそれも怖いしみたいな感じなんで、なんやろうなでと思って。も明るい感じの雰囲気が出てたよ、なんか。まあでもめっちゃ土砂降りの雨やったからな。土砂降りの雨やけ雨でど、こんな山の中歩いてるかな、人が。車がないってことは歩いてるってことやろ。何人様ですかって聞きに行こうか、お隣さん。でも多分昨日さ、道の駅ちゃう、物産館で会った方やねん、多分2人ぶどう見てはったご夫婦やったやろ。そうね、女の人も見た、見かけて。で若い人は見てないや、その間にずっとお風呂でも自分は見てないし、でもね、お風呂には若い人入ってた。じゃあそうじゃない。いやでもその人は歩いて向こうにもその時にはお風呂から帰ってったのも見た。一緒に出てった時やったから。じゃあどっかその辺に住んでる人。なんやろうな。でもここの近くに家ないやん。まあそこに家あるけどね。でもそんなさ、そこに家ある人がさ朝の3時半に土砂降りのとこでここで立ってるかトイレ借りに行く。なんかまあちょっとね、話が長くなって、結局それは何かがわからないんで何とも言えないんですけど、まあ多分雨がひどくって、まあ何とも言えないんですけど、まあ雨宿りしてたっていうか、トイレがさ、なんか明かりがあってトイレあるかなと思って来たのかななんかもうその辺ですかね。なんかおトイレ出てきはってなんか降ってるから、ちょっとなんか考えてから帰るのかなと思ってたんだけど、後でちょっとビデオ確認してみよう。いやーでも映ってんちゃう、そりゃ。映ってる。だってでも雰囲気別になんかそんなちゃんと人だったし。いや、それは映ってんちゃう、だから別に映ってるやん。そっか。多分人やろからな。でもその問題はなんでその時間にそこにおったかっていうのが怖いなと思うだけで。まあね。まあ
まあでもね、なんかね、怖い話とかじゃないんですけど、まあそんなことがあって、まあちょっとドキドキしたなと、ちょっとこう裏書いたドキドキしたなってなりました。はい。まあこの後なんですけども、夕方からダンスのイベントに私たちは参加しないといけないので、もうすぐにね、この後すぐに帰らないといけないんですけど、まあ帰るって言っても高速道路でも3時間ぐらいあったら帰れるかな。3時間ぐらいで帰れるかなと思うんで、まあ、もうちょっとだけゆっくりしてから出発しようかなと思ってます。凪の初めての温泉と RV パーク利用ですごくねいい旅になりましたね。まあここからねまだまだ走っていかないといけないね。雨も激しいですから事故のないように気をつけて帰りたいと思います。じゃあ今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。